こちらが完成作品になります。2種類の糸を2玉ずつ使って約 133g になりました。身幅が約48センチになります。こちらの着丈が約30センチ。この襟の開きが約27センチから28センチになります。脇下のこの閉じは約8センチ。肩のこちらの幅が約10センチになります。腰の位置がここですので短いベストになりますけど、丈を伸ばすこともできますので、ぜひ編んでみてください。今回はこちらの2種類の糸を使って編んでいきます。こちらはダイソーさんのサラリーになります。こちらはフースさんからいただいたルフという沢田糸さんの糸になります。こちらを2玉ずつ使って編んでいきます。糸の詳細は概要欄に載せておきます。この糸とこの糸で編んだ作品も概要欄にご紹介していきます。2.5mm の4号針を使用します。こちらのルフから編んでいきます。中から芯を出していきます。糸端を一緒に出して、作り目は鎖の作り目で115目編んでいきます。6の倍数プラス1目で編んでいきます。針に糸をかけて、糸を輪から引き出して手前の糸端を引っ張って向こう側の、糸端を、引っ張ってこの輪を縮めます。そしたら針に糸をかけてここから鎖になります。1、2、3、4。きつくならないように気をつけて編んでください。115目編んできました。そうするとだいたい長さが52センチぐらいになります。目を増やす場合、減らす場合はプラスマイナス6の倍数で減らしたり増やしたりしてください。そしたら1段目立ち上がり鎖1目編んで、ここが今編んだ目の裏山になります。ポコッとした。はい。ここから見るとわかるかな。ここが裏山になります。その隣、ここが最後の作り目になりますので、この裏山に針を入れて細編みを編みます。そしたら、ここが最初の目なので、マーカーを入れておきます。で、鎖を2目編んで、2目作り目を飛ばして、3目目に細編み。鎖2目、2目飛ばして、3目目に細編み1目。これを繰り返していきます。こちらから編んできました。鎖を2目編んで、最後の目に細編みで編み留めます。そしたら、また鎖1目で立ち上がって、同じように編んでいきます。最後今編んだ細編みの目に、細編みで編んで、また鎖を2目。で細編みを編んだところにまた細編み。で、同じように鎖2目、細編み1目で戻っていきます。2段目の最後に来ました。鎖2目編んで、マーカーを取って細編みを編んで、これで2段目が終わります。そしたら3段目、立ち上がり鎖3目。
これで長編み1目分になります。で、鎖を2目編んで、全部で鎖を5目編みました。で、3目目にマーカーを入れておきます。そしたら編み地をひっくり返して、鎖2目を飛ばして、この細編みのところに長編みを今度は編んでいきます。はい。で、鎖2目、長編み1目。この細編みの前段の細編みのところに長編み。鎖2目、長編み1目を繰り返し編んでいきます。3段目編み終わりました。長編みで終わっています。そしたら4段目はまた細編み1目、鎖2目の編み方で編んでいきます。長編みのところに細編み、鎖2目でこれを繰り返していきます。最後に来ました。鎖を2目編んで、最後前段の鎖3目プラス2目のところです。立ち上がりの3目目にマーカーをしてあるので、こう目の頭をこのようにマーカーをしてあります。このように鎖の部分2本拾って編んでもいいですし、半分の1本と裏山をこのように拾ってもいいです。細編みを編んで終わります。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目細編みを編んでマーカーをしておきます。そしたら長編みを、この次の鎖2目編んで細編みのここの細編みのところに編みます。扇にしていくので、この足の長さを調節して編んでください。長編み1目編んで鎖を入れて、長編みを全部で4回編みます。2回鎖を間に入れて、長編みはい、もう一回鎖を入れて、今度4回目はい、このように長編み鎖長編み鎖長編み鎖長編みで編んだら、次の細編みのところに細編みで留めます。こういう感じで編んでいきます。はい、針に糸をかけて次の細編みのところに針を入れて、長編み鎖長編み鎖長編み鎖長編みで終わって、細編みのところに細編みで留めます。繰り返していきます。はい、最後に来ました。マーカーをしてあるこの細編みのところに細編みで編み留めて終わります。そしたら6段目も立ち上がり鎖3目で立ち上がって、そのまま鎖を2目編みます。3目目にマーカーを入れておきます。編み地をひっくり返して、この扇の真ん中の鎖のところ、長編みと長編みの間に細編みで留めていきます。はい。
で側に針を入れてます。そしたら鎖2目で、今度はこの谷の部分の細編みのところに長編みを編みます。はい。そしたら鎖2目で、この扇の真ん中の鎖のところに側に針を入れて細編み1目、鎖2目、長編み1目、鎖2目、細編み1目、これを繰り返し編んでいきます。編んできました。最後鎖を2目編んだら、マーカーのところに長編みを編み入れて、これで6段目が終わります。そしたら7段目は5段目と同じです。立ち上がって編地をひっくり返して細編みを編み入れて、この細編みのところ、山のところに留めたこの細編みのところに長編み、先ほど編んだ編み方で長編み鎖、長編み鎖を編みます。そしたらこの長編みのところに細編みで留めます。はい。これを繰り返して編んでいきます。はい。最後に来ました。長編みを1、2、3、4、この扇を編んで、最後、マーカーのところに針を入れて、細編みで留めるんですけど、ここで糸を変えます。こちらのさらりの糸に変えます。中から糸端を出して、糸端15センチぐらい残して、ここで糸を引き抜いて、これで細編みが編み終わりました。そしたらこちらの糸端は糸始末分だけ残してカットします。で、立ち上がり鎖3目、ここ15センチぐらい残して、こちらもそうですけど残してるのは、閉じに、使おうと思って残しました。立ち上がり1、2、3目編んでプラス2目、そしたら編み地をひっくり返して6目目と同じ編み方を編んでいきます。2目鎖、長編み、2目鎖、細編み、繰り返します。はい、8段目が編み終えました。鎖2目で長編み1目編んで終わっています。そしたら、1段目と同じ編み方に入っていきます。鎖を1目編んで編み地をひっくり返して長編みを編んだところに細編み、鎖2目、細編み、鎖2目、細編み、これで編んでいきます。2段往復で編んでいきました。同じ編み方です。鎖2目の細編み1目で、往復で編んできました。そしたら次は5段目、6段目、7段目、
の編み方を編んでいってください。この編み方を3段編んでいきます。このように編んできました。そしたら最後細編みで留めるときに、また糸を変えて細編みを完成させます。はい。そしたらこの、さらりの糸は糸始末分だけ残して一旦カットします。はい。そしたら8段目の編み方ですね。ここの編み方になります。鎖3目で立ち上がってプラス2目。これで1模様が編み終わりました。なので次からはまた1段目からこちらから同じ編み方で編んでいきます。立ち上がって細編みを編んで、はい、鎖2目細編み。チャプターを概要欄から見て、編んでいただけるといいと思います。はい、身ごろを編んできました。模様編みが14段で1模様になるので、1回、2回、3回繰り返し編んできて、3回目の最後は同様にこのさらりのからし色からこのフルの糸に変えて編んでいます。そして4回目の1段だけ編みます。細編み1目、鎖2目、細編み1目、鎖2目を、端まで編んで、ここからここまで43段編んだことになります。そしたらそのまま肩を編んでいくんですけど、こちら側編んだものになります。模様編みは変わらず続きの編み方で編んでいきます。4回目の2段目の編み方になりますね。細編み1目鎖2目細編み1目鎖2目の1段目と同じ編み方でこちらまで編んでいきます。この扇の模様を2、3、4つ目のところまで肩にします。で、ここまで編んでいきます。そしたら、模様の3段目、立ち上がり鎖3目、プラス2目で、長編み1目、鎖2目、長編み1目、鎖2目で、こちらまで編んでいきます。そして最後に、また細編み1目、鎖2目、細編み1目、鎖2目のこの編み方でこちらまで戻って、閉じ分だけ残して、肩の閉じ分だけ残して、カットします。ではこちらを編んでみたいと思います。最初の、1段目は編んでることになってますので、2段目1、2、3、4個目のここにマーカーをしてありますので、今度は裏を見て編みます。はい、立ち上がり、糸端そんなに残さなくていいと思うので、立ち上がり鎖1目編んで、この目に細編みを編んで
マーカーをして、で、鎖2目、細編み1目、鎖2目で編んでいきます。肩を編み終えました。そしたら、こちら側も肩の閉じの分を残して3倍ぐらいの糸端を取っといてカットします。はい、これで全て編み終えました。後ろ身ごろはこのように、まっすぐ46段編み進めてきました。編み方は、繰り返しの編み方で編んでいます。最後、鎖2目、細編み1目、鎖2目、細編み1目の編み方で終わっています。そしたら一旦ここでスチームを当てます。幅が50センチ、丈が30センチ伸ばしてスチームを当ててください。アイロンを浮かせながらたっぷり蒸気を当ててください。閉じに邪魔な糸端を先に始末していきます。こっちが表側で、こちら側が裏側になるので、裏側に縫い付けていきます。表に響かないように縫い付けていきます。はい、こういう感じで時々糸を返しながらこうやって戻る感じで針を刺して、はい、こんな感じです。そしたら、肩を閉じていきます。こちら側が表で、後ろ身ごろは、こちら側が裏側になるので、中を表にするので、このように合わせます。上と下も間違えないように合わせてください。そしたら、前身ごろの方でこの糸端を残してありますので、これを使って閉じていこうと思います。長編み1、2、3、4、5、6、7、8、9、2、4、6、8、9、9番目のところ、2、4、6、8、9、9番目のところに、の細編みにマーカーを位置を入れておきます。反対側も同じように、隅から1、2、3、4、5、6、7、8、9、9番目のところにマーカーをしてあります。そしたら、このように合わせて、はい、閉じていきます。細編みのところですね。細編み1目、鎖2目のところですので、細編みのところに針を入れて、向こうの隅の目を拾って、はい、これで糸を引き出します。そしたらもう一回隅、補強する形でもう一回針を通して、そしたら、次の目と次の目の頭を拾ってこのように針を通して糸を引き出します。そしたら今度次の目と次の目、鎖の、2目目ですね。ここに針を入れてこのように、巻きかがりと言いますけど、このように、閉じていきます。最後に来ました。最後は、2回
針を通して補強する形で終わります。そしたら、この耳のところに糸端を縫い付けて糸始末します。ちょっと返しながら、はい、いきます。こんな感じでできました。表はここの部分になります。はい。そしたら反対側も同じように編んでください。反対側は、隅にこちらから糸端があるので、このようにかがって終わります。そしたら、これ、中が表になってますので、そのまま脇を閉じます。脇は、この14段1模様だけ閉じます。なので他の糸端は、始末してください。でこれも、糸をつけたこの糸端で処理したいと思います。脇下を閉じていきます。はい、編み地を横にして、こちらも中が表になってます。はい、合わせてこの糸端を利用します。向こう側の立ち上がりの部分ですね。ここを拾って端と端を合わせて、もう一回同じ目に針を入れます。はい。そしたら一目ずつ、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、だいたい同じところを拾っていけばいいです。この端の目を拾って、ここ、2段ぐらいあるので、はい、隣のこの鎖になってる目を拾って閉じていきます。これも巻きかがりみたいにこの巻き閉じで閉じてください。ここは、長編みと向こうは立ち上がりの目かな。この長編みのところですね。長編みのところも2回ぐらいこのように、足に針を刺して2回ぐらいこのように閉じます。そしたらまたちょっとこの編み地がいまいちわかんないので適当ですけど、こんな感じではい、長編みのところ2回ぐらい、はい、そしたらここで糸が変わります。こちら側が、編み終わりの糸端になるので、これもう一回、はい、ちょっと外側から針を入れて、この付け根のところ、こちらからもまた
戻る感じで、この糸端の始末を牽引する感じで、このように糸端の始末をします。そしたらちょっとザグザグと戻りながら、よいしょ。はい、こんな感じで引き出して両方ともカットします。はい、こういう感じで閉じました。そしたらこのからし色の方も同じように、こちら側からとこちら側からで閉じてください。このように閉じました。ブークレ調の糸ですし、こちらもいろいろな糸を使って、よられているので、ちょっと閉じるのは見にくいと思うので、目を拾って閉じるのは見にくいと思うので、適当にこの段を揃えて、閉じていただければいいと思います。はい、このさらりはこのぐらい、ルフもこのぐらい余っただけで、編み切りました。まだもしこのルフの糸がある方は、この襟の部分だったり、裾の部分だったり、表を見て、縁編みをしていくといいと思います。袖の部分はもう、このまま編みっぱなしで、終わります。残ってるのももったいないので、縁編みをしたいと思います。前にも紹介したように、表を見て編んでいきます。前身ごろを見て編んでいきます。ここ肩の閉じたところになります。ここから針を入れて、糸を引き出して、細編みを編んで、最初の目にマーカーを入れておきます。そしたら、鎖3目の長編みのところですので、鎖を3目編んで、ここの目に細編みで留めて、はい、ほんと適当ですいません。この細編みのところにまた細編みを編み入れて、あとは、鎖2目細編み1目のとこなので、同じように編んでいきます。鎖2目細編み1目鎖2目、はい、こっちまで編んでいきます。はい、こちらの、肩のところまで来ました。ここ、続けて細編み2回編んでるので、この長編みのところの付け根にもう1回細編みを編みます。そしたら鎖を3目編んで、この閉じたところの真ん中ら辺に細編みで留めます。はい、これで前身ごろの方の縁編み1段編みました。そしたら今度後ろ側で、ここ閉じたところですね、肩を閉じた最後の目
もう一回細編みを編んで、で鎖2目細編み1目で編んでいきます。この身ごろの方も同じ編み方になってますので、細編みのところに細編みを編み入れていけばいいです。だいぶここが、3段編んでますので、しっかりしてくると思います。ぐーっと一周編んできました。最初の、目のマーカーのとこまで来ました。鎖を2目編んだら、このマーカーの手前のこの肩を閉じたところの隅の目ですね。この細編みのところに細編みで編み留めて、で糸を引き出して、カットして、はい、このように糸を戻してキュッと、絞って、この裏側の、肩の耳のところ、閉じたところに、はい、適当にこのように縫い付けてカットします。最初の糸端も同様に始末してください。そしたら、全体をまた最後にこういう、閉じをしたところだったり、この襟のところだったり、まだアイロンかかってないところがありますので、この裏側から全体をスチームを当てて形を整えて完成させます。簡単な編み方の繰り返しになっていますので、ぜひ編んでみてください。チャンネル登録、グッドボタンいただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。